皆さんこんにちは。ゆるーく解説ゆるちゃんです。本日のトピックは、これは天罰だと思った因果応報の怖い話です。早速見ていきましょう。独身の頃、既婚者と付き合うのが楽しくて、いろんな既婚者と関係持ったんだけど、大人になってそういうのもなくなって今はいい人と結婚できた、と思った。けれど人生はそううまくいかなかった。結婚2年目で浮気発覚して、これは若い時に散々やった罰が、その時の奥さんの立場になって、帰ってきてるんだなって思った。これは罰だな、と思ったので相手には夫がすみませんと謝罪し、旦那にも離婚したいか、結婚生活継続したいか選択してもらった結果、継続になり今も一緒にいます。本当に愛してる人からの裏切りが、こんなに心をえぐるものなんだと知ったので、心底自分のしたことに後悔をし、反省しました。私もいつか同じようになった時、主さんと同じような対応を取ろうと思います。過去にしたことは消えないけど、別の形で償いたいと思います。自分より偏差値高い学校に通う。他校生に嫌がらせばかりしてた近所の女、高速で事故に遭って即死だったんだって聞いてびっくりした話。因果を放ってあまり信じてなかったけど、この時ばかりは罰が当たったのかな、と思った。私の知り合いの話、彼氏いても平気で浮気をしてベタベタする女がいた。私もその人から被害を食らったことがありました。その人が彼氏に逆に浮気された挙句に別れられて、病んで入院をした、と聞いた時は因果応報あるんだなと思いました。中学生の頃、下級生の男子に何もしてないのに、頭をバシバシ叩かれて悔しくて泣いたことがあります。その男は、一体何があったのか知らないけど障害者になりました。今は坊主頭で自分の頭に大きな傷があって、ヘラヘラと笑いながら街を上半身裸で歩いてたりします。しかし、それでもまだあの時のことは許せません。どんなことがあろうとも許せない。美人の同僚がめちゃくちゃ障害者をバカにしてたら生まれた子供が重度の障害者。でも離婚してもシングルマザーになっても子供を一生懸命育ててる姿見たら因果応報と思うこっちが罪悪感になる。新人に理不尽な指導ばかりしてたおつぼねが40過ぎて結婚妊娠した結果、早産&子供は障害持ってたみたいで、なんと生後半年で亡くなってしまった。子供の世話のために仕事も辞めたから、今は主婦してるらしいが、職場で嫌われてたから、友人もいなくて引きこもってる。っておつぼね姉に聞いた。子供の件は悲しかったし気の毒だけど、悪いことはできないなと思ったよ。高校のクラスメイトの男子、同じクラスメイトの、ある一人の男子がアート系の才能があって、それに嫉妬して結構嫌がらせしてたらしい。才能ある子はしばらく不登校になってた。で嫌がらせした男子は今、脳に腫瘍ができて、うつ病も発症、仕事も辞めて無職、結婚生活もうまくいってない。因果応報なのかもと思った。父親の元不倫相手は自殺した話。そいつの娘も病死してしまった。私が脱税密告して市営住宅を追い出したんだよ。散々復讐した結果こうなったから、いつか私も不幸になるんだと思う。でも、初めに父さんと不倫して、家族に嫌がらせして兄を自殺に追い込んだのは向こう。あなたは悪いことしてないよ。不倫したり脱税する人が悪い。それに脱税って犯罪じゃん。密告ではありません。善良な市民としての義務を果たすべく、脱税者を報告したのですよ。良いことしましたね。あなたは悪くないんだから不幸にはならない。幸せになってほしい。意地悪や嫌味やマウントを取ってくる親族がいて、ねち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 。学歴や外見やらはいつも言ってきた。でも10年、20年くらい経って、その家系で未婚や就職失敗、不妊などが多発。彼らは、口に出して言っていた過去の悪口に苦しめられてた。呪いが返ってきた感じ。もちろん私たちは何も言わない。でも内包化された差別心が、自分に返ってきてすごく生きづらそうだった。悪口を言わないって結局自分のためなのにね。私が小さい頃、家族で繁華街を歩いていた時の話。母が、エレベーターやエスカレーターなんて本当に電気の無駄だと思うわ、と言い放った。さすがにそれはおかしいと思った私は、でも足の悪い人とかしんどい人いるでしょう。そんな人が使えるようにしてるんでしょう。
と言うと何と言ったと思う。そんな人らも、階段使ったり歩いたりしたら運動になるでしょうという。まあ、それもありかな。でもな、と思いながらその時は黙ってた。そしたらその数年後、母は足が悪くなっていて入院手術。今では必死でエレベーターやエスカレーターをバンバン使っています。元旦那、浮気して相手の女が妊娠しちゃって離婚した。私に子供2人いたんだけど、離婚して10年、元旦那がくも膜下出血で倒れて、要介護になって働けなくなった。私は離婚時にもらった財産分与と慰謝料をもらって、始めた仕事が順調だし、再婚もしてるし、お金には全然困らない。元旦那は、うちの子供への養育費と再婚した妻との生活に追われて、ろくに保険も入ってなかったらしく、大して貯金もなく、家も売り、ボロボロのアパートで家族3人で暮らしてるらしい。略奪女もパートで介護で大変みたい。でも因果応報だと思って全く同情してない。仕事はできるが相手にも同じレベルを求めてパワハラして、適応障害で若い子を辞めさせたおばさん。ひょんなことから知ったけどお子さんが家庭で大変で、夫婦仲も悪くて離婚して地元を出て行ったらしい。そんな素振り見せてなかったけど、家庭はボロボロだったのねと思ったよ。私の実父は不倫して母と子供の私を捨てたけど、その数年後、下半身不随になり、そのまた数年後、孤独死しました。悪いことはしてはいけないと強く思いましたね。不倫って人の恨みからか、もともとその人がだらしないからか、わからないけど不幸起こること多いよね。会社の略奪婚夫婦、子供できず男が41で末期がん、女が子宮頸がんになってしまった。さすがにこれだけ続くと怖くなったよ。うちの父の家も、祖父は脳梗塞寝たきりから、祖母はリウマチと心不全から亡くなったし、父本人も悪性リンパ腫。その姉も免疫関係の病気で苦しんでる。母をいじめた罰だと思う。父はとりあえず復活してるみたい。子供のできない親戚の女性を一族みんなのいる前で、面白おかしくいじっていた性格の悪いおばちゃん。あれから何十年。そのおばちゃんだけ孫が恵まれませんでしたよ。うちの義両親かと思ったわら、私の義父も面白おかしく不妊治療してる親戚をみんなの前でいらったりして、義母も子供産めないなんて女として失格とか、デリカシーのないことを言う人だった。私を含め義士も義兄もみんな子供に恵まれず、孫一人もいない。不妊治療して悩んでる私たち夫婦にも心ないことばかり言ってたから、孫がいないと嘆く姿を見ては、この人たちには孫なんてできない運命なんだろうなと思ってる。自分が20代の時に、30歳超えて妊娠すると〇〇症の子が生まれるらしいよ。私はそうなりたくないから20代で産む。って何かにつけてひどいことを口にしてた同期。35歳の今、彼女には子供いないです。もうすぐ36歳になりますね。おそらく不妊症なんだと思います。私は因果応報だと思ってる。初めて因果応報だなって思った話は、学生時代の頃、気の弱い女子に散々きつく当たってた子が、自分より気の強い女子にきつく当たられたかなんかして、最終的に不登校というか、保健室登校になったこと。でも多分本人は因果応報とは思ってないと思う。完全な被害者だと思ってるんじゃないかな。こういうやつってほんと身から出たサビとか思ってないよね。うちの家を小さいよねってバカにした同級生。その後父親が仕事に失敗して自宅売却の浮き目にあったらしい。こればっかりはざまあみろって笑ってしまった。ぶっちゃけあの子ブスだよね、みたいな感じで、他人の見た目をいじってた高校時代のクラスメイト、同窓会で再会したら、あの頃より明らかにブスになってた。昔は美人だったから、ああいう悪口も見過ごされてたのかもしれないが。娘の大学の卒業式のために、袴の着付けをお願いした着付け師さん。娘に向かって、あなた、卒業式まで親がついてくるなんて自立してない。とか、あなたの親って出しゃばりね。とか悪態をつきました。付き添いしていたのは卒業式に一緒に行くからです。と伝えても悪態は続きました。数ヶ月後、その着付け師さんが就寝中、ベッドから転落し背骨を折り、着付けの仕事がしばらくできなくなった、と聞きました。因果応報はあると思います。晴れの日にそんなこと言う人いるんだ。着付けの仕事に向いてない。客商売なのにその人おかしいんじゃない？
しばらくどころかずっとできなくなったらいいのに。介護職してるとめっちゃよく見る光景の話。家族いるのに何の面倒も見てもらえないかわいそうなお年寄りたち。実は嫁をいじめ倒してたとかあるある。因果応報とはこのことだなと思う。わかる。全く家族さんが来ないからなんでかと思ったら、子供とちゃんと向き合わずに育てたとかあるよね。昔、子供を育てるのが嫌になって、妹に育てさせて、成人したぐらいに、実は私の子なのよ。だから将来は介護してね、って言われて、それが嫌で、介護が必要になってすぐに施設に入れて、全部の荷物を置いて一切来なかった人いた。絶対に帰ってくるよね。うちの母親がケアマネなんだけど、殺人で刑に服してたやつが生活保護もらって、あれもこれもやってほしいとか働いてるのがバカバカしくなるって言ってた。私がよく見たのは親が異性にだらしがなくて、小さな子供を放置して浮気してたような人は結構いた。利用者さんのことで電話をかけると、親と思っていませんので連絡しないでください。って切られてたよ。本人はそんなに不幸そうでもなかったけど、施設にいれば食事は食べられるし。他人の政策とあることないこと噂ばっかりして、他人の容姿の悪口言いまくってた職場の自サバ女上司、酔っ払って足複雑骨折して、推しの韓国アイドルのライブ行けなくなったって聞いたときは、他人の不幸を笑ってもしょうがないと思ってたけど笑ってしまった。まだ20代前半なのに、何かにつけて、おばさんみたいな服装だよね。おばさんだその匂い好きらしいよ。って言ってくる子がいたんだけど、その子は老け顔で彼氏からも周りの友達からも、おばさんみたいだって言われてたことを知った時に、因果応報というよりも悪口は自己紹介なのかなとは思った。毎日毎日いろんな人の悪口ばかり言っていた元同級生が結婚式するはずだった日がその人の母親のお葬式になったという話を聞いた時、母親はその人に対し、あんたなんか死ね、と言っていたって、家庭環境が良くなくて、人の悪口でストレス発散していたのかも。子供は絶対女の子、男の子はいらない。ってまだ独身の頃雑誌で発言してた読者モデルが、数年後、不妊に長らく悩まされて、挙句男の子のたちが生まれたと聞いた時は、これは因果応報なのかなと思った。そういう人は今は男の子最高。可愛すぎる。女の子は生意気で嫌。とか言ってるよ多分。悪運が強い人間も実在する。恩をあだで返したり、トラブルを起こして他人に責任転嫁して、さらに自分は被害者面。そんなことが平気でできるクズが癌になった。そいつの所業を知ってる人々の間では、因果応報だ。と、誰も同情しなかった。ところがそいつは癌をネタに、癌と戦い復活したけなげな私、アピールしまくり、全く懲りてない様子。私によくしてくれた先輩に私の悪口を吹き込み、私に対して冷たくなったのをいいことに、ずっといじめて嫌な仕事を押し付けてた後輩、その後輩が異動した部署で仕事に追われて、精神的に病んでしまい、結婚したがその後離婚して散々な目に、因果応報だなと思いました。自分も気をつけようと考え直すきっかけとなりました。ものすごくドケチな元友人の話。貯金に命かけていて、友人との付き合いの時も、できるだけ自分が出さないように渋ってた。同級生の中でも高級取りで、このぐらい貯まったと自慢していたけど、とにかく使いたくないそう。一緒に買い物に行き、私がなんか買って喜んでいるとひがんで、嫌味を言ってきたりしたので距離を置いてた。そしたら、結婚した相手がギャンブラーだったそうで、多額の借金を抱えてしまったので実家に戻ってた。人に負担させても自分は出さずに貯めるという根性だったから、今度は反対の立場になったんだなって思った。母が以前、パートとして勤めてた郵便局本局の窓口で、お客さんの前で散々パワハラしまくった陰湿な教育係のおかげで、1ヶ月で10キロも体重が減ってしまった時の話、別人のようになってしまった母を見て、心配した父が仕事を辞めさせ、郵便局の局長に話をつけた。そしてその数ヶ月後のこと、母と親しかった人の話によると、以前からその教育係が、客の前で見せた母への対応が、いつもの常連さんにはかなり不快に感じてたのに加え、母が辞めてから大ミスをし憧れの窓口から、地下の暗い倉庫室に移動させられたらしい。
因果応報はあるんだなと思った。年齢を重ねると性格って本当に顔に出るなって思う。意地悪な職場の先輩、この前久しぶりにマスクを取った顔見たけど、本当に意地悪な根性の悪い顔してて驚いた。顔立ちの造形とかじゃないはずなんだけど、明らかにどす黒い不細工な顔だった。それも因果応報な気がする。それかどうかは知らないけれど、学生時代時給800円でアルバイトしていた私に、800円とかバカらしい。キャバクラ行けばそれの何時間分よわら、よくやるわあわら、と夜に働く友達に言われた。それから10年。旦那の給料だけでは絶対に食べていけない。って言って子供を生後半年から保育園に預けてパートで働いてる。お金をバカにしたらお金で苦労するんだな。他人をバカにしていた人ほどそういう生活してる。因果応報とはちょっと違うか。いや、因果応報だと思う。他人をバカにしちゃいけない。お金の大切さも分かっただろうね。そこで、またキャバクラ戻れば、パートの何時間じゃないの。ざまあ。って私だったら言っちゃいそう。人を騙してまで金儲けをしようとした知人は音信不通になりました。もう5年くらい行方不明だけど、不幸になってると思う。ネットでその人の名前を検索したら、この人は詐欺師です。という情報が写真付きで大量に出回ってる。関わりたくはないけど、生存しているのかってことだけ気にしてる。因果応報というか必然の自業自得だね。学生時代私をいじめてたことか、職場で嫌がらせしてきた同僚とか、なぜか子供が難病発症したり、障害持って生まれてきたりしてる。あと子供時代、私を目の敵にしてた近所の子の話で、自営業の実家が倒産して、一族夜逃げしたり、大学時代のサークル仲間でなぜか私に突っかかってきて、嫌味ばっかり言ってきた男、彼氏でもない、が卒業してから自損事故を起こして、同乗者の彼女を失明させたり、みんな本人じゃなく家族には災いがいく感じ、別に私が呪いの念を送ったとかでもなく、ただそいつらと関わりたくなくて、相手を忘れた頃に噂でそういう情報が入ってくる。逆に私に親切にしてくれた友人や知人、上司はみんな幸せな家庭を築いてそこそこ成功した人生を送ってる。因果応報は確かにある。だから私もなるべく人に嫌な思いや不快な思いさせないように、恨まれたりしないように気をつけてる。良いことも悪いことも全部自分や家族に返ってくる。そうそう。罰って本人じゃなくて自分の家族や大切な人って言うよね。それが罰だよね。人に嫌な思いさせたのだから、自分も嫌な思いするの。何を通じて嫌な思いするかはわからないの。私はその時は気づかずしてしまった過去のひどい行いが、何十年か後の現在自分が同じ目に遭い反省、後悔することが多くなりました。だから因果応報はあると思います。気づけただけでも良かったと思う。私は小学4年生の頃、ひどいいじめをしていました。結局それはバレて担任にも親にも叱られたんだけど、それから数年後の6年生の時、全く違うグループから今度は自分がいじめられる側になったよ。結構ひどいいじめでそのまま中学に上がったけど不登校になった。自分は人をいじめたくせに自分がいじめられたら不登校なんて虫が良いなと我ながらに思いました。でも因果応報帰ってきてよかったと思えています。いじめがどれだけ人の心を傷つけるか身をもって反省。後悔することができた。もう、しなければいいと思う。絶対帰ってくるよね。はい。今ではネットでも人を傷つけるような言葉は、使わないよう気をつけています。なんでいじめなんてしてしまったのか。あの頃の自分が本当に恥ずかしいです。被害者に心の中でごめんねと謝ることしかできません。職場で恨み買ってる人の奥さんが癌になってたな。それも因果応報なのかな。因果応報なのかわからないんだけど、私に過去嫌がらせとか陥れた人たち、なぜかその人たちの子供の方に障害が出たりしている。こんなにそういう子供増えているのか、と思うくらい、ほとんどが先天性。ちょっと怖いんだよね。たまたまなのかもしれないけど。因果応報ないんだよな。ずるい奴らは幸せそうだもん。表面上だけ見てるから幸せに見えるだけで、不幸だから意地悪をするんだよ。長い目で見たら必ず不幸になるよ。毎度こればっか。私が知る悪い人は大きな病気をしてる人が多い。良い人も病気はするから因果応報かはわからないけど。私もです。
去年大病してから常に体調悪く、最近はコロナに罹患しましたが後遺症なのかすっかり鬱です。私のことだけど、私小学生の時にクラスメイトを無視したり仲間外れにしたり、その子の近くでわざと他の子とクスクス笑ったりしてました。その子をいじめてました。今23になって職場で同じようなことされてます。9割ぐらい女性の職場なんだけど、本当にびっくりするぐらい、小学生の時に私がやってたことと同じことを、今私がされてます。私も因果応報を食らった方です。やっぱり人を苦しめたら何かしらの仕打ちがある。こけた自転車の人を見てニヤニヤしてるババアが、速攻に足をはめた瞬間を目の前で見た時、まさに因果応報。おならをしたら自転車のおっさんに聞かれて、おっさんが笑いながら川にダイブしたコピペを思い出した。ごめんなさい。漫画みたいで笑ってしまった。いかがだったでしょうか？皆さんの天罰が因果応報だと思う話、ぜひコメント欄でも教えてください。まだまだ駆け出しですが、毎日有益な動画をお届けしますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でゆるちゃんでした。